皆さんこんにちは。今日も素晴らしい天気です。10月歌舞伎座初日に来ました。まず今日も昼夜見て皆さんにランキングをお届けします。まずは4位から6位一幕見席用にお届けします。それでは行ってみましょう。10月歌舞伎座レッツゴー。これから今月歌舞伎座のランキングを発表します。私のランキング、あくまでも個人のランキングで一幕見席を見る方のために作っていますので、そこはご了解ください。見方はミーハーな面もあります。私のドーパミンが上がるか、そして私がもう一回一幕見席で見たいかという基準を参考にして作ってます。2の方はそれぞれまた違う意見があると思います。それではランキングに行ってみましょう。ということで、まず4位から6位を発表したいと思います。今月の6位、ゴンザとスケジュールです。今昼の部3演目目、ゴンザとスケジュールが終わりました。彦兵衛さん、よかったねという指導の言葉で終わる。落語というか松竹新喜劇のような江戸の庶民を描いた作品でした。舞台が受けると本当に歌舞伎座の横の広さが分かります。なんと長屋を2軒作って、2軒プラスアルファを作ってもまだ余裕がありました。そこで繰り広げれるゴンザとその女房獅童さんと時蔵さんがやってました。時蔵さんのこの切符のいい女房姿、いいですね。そしてスケジュールということで、これは松緑さんが、スケジュールと助八兄弟で暮らしている。一言で言うと、その2人が5人逮捕を救うという話でした。舞台の大きさは井戸替えという、1年に一度井戸を掃除する、その時の井戸の縄、それをみんなで引っ張るんですけど、なんと歌舞伎座の舞台45人が綱引きのようにぞろぞろと並びました。いやー、なかなかすごい迫力でした。とはいえ非常に切符のいい江戸の人たちの庶民の夫婦喧嘩が描かれたり、兄弟喧嘩が描かれたり、ボコボコとちょっと笑えますけども、そういうシーンが多かったんで、正統派のちょっと歌舞伎好きの方は避けた方がいいかもしれません。本当に落語が好きで気軽に見たいという方にはおすすめです。松緑さん、なかなかいい体を見せていました。ということで、大正15年に岡本喜道作で演じられた新作歌舞伎ということだそうですけども、ゴンザとスケジュールでした。今月の5位、女系図の一幕目です。今女系図の第1幕が終わりました。俺を捨てるか、女を捨てるか。彌十郎さんが言います。女を捨てます。仁左衛門さんが言います。そして幕切れは、涙を乾かしてから外へ出ろよ、彌十郎さんが言います。少し女を捨てますというタイミングが、早かったように思うんですけど、この女系図、実はこの舞台の前にもっと複雑な話があります。そこを分かっておくとより面白く見られると思います。仁左衛門さんが演じる早瀬力、実はドイツ文学者の彌十郎さんが演じる酒井に小さい頃もらわれます。育ててもらいます。力
の仁左衛門さん、小さい頃は実はスリでした。スリの現行犯を見つかって酒井のとこに預けられる。そこで心機一転勉強して大きくなるまで育ててもらえた。今はドイツ語辞書の翻訳なんかの仕事もしてる。そういう恩ある酒井、知らぬ間に実はおつたという芸者を囲ってしまった、もらい受けてしまった。その上、酒井の娘のおたえの結婚話に邪魔をしようとしてると酒井に思われてしまったということで、もう酒井に頭が上がんないのに芸者は隠すわ、娘の縁談を邪魔をするわということで、酒井大激怒です。そういうあらすじがあって、今回の一幕目、酒井に力が怒られると。でどっちを取るんだと、俺か芸者かというシーンで第一幕目は終わりました。舞台が上がるとバイオリンの音がしたり、あとは洋食を届けるシーンが出てきたりということで、これは江戸じゃなくて明治だということが強く表されます。まさにこれ明治時代で、今月のこれが筋書きですけども、実は山川秀峰という画家の絵で、日本画家で有名な鏑木清方の弟子です。鏑木清方、実は私の住む鎌倉に清方のもともとの家と美術館があるんですけども、その江戸を思い出す美しい女性を描いてました。今回全く新派の舞台です。で明治小唄も流れる。その中で万寿さんが演じる料理屋で酒井は力を怒ります。でもそのシーンが美しいんですね。本当に全て、まるで、日本画のような光、抑えた光、そしてその中の美しい女性たち、そして、かっこいい仁左衛門さん、若々しい仁左衛門さんという舞台でした。まだ玉三郎さんが出てきません。でも本当に満場の舞台、満場の歌舞伎座の中、ピーンと張り詰めた、すごい緊迫感が漂っている中で、この明治の新派泉鏡花の世界を描いていました。さあ後半はどうなるんでしょうということで、まずは女系図、泉鏡花の女系図の一幕目でした。今月の4位、女系図の二幕目です。どうか俺と縁を切ってくれ。嫌よ。切れる別れるというのは芸者の時に言うものよ。今の私はねは死ねと言っておくれということで、女系図の第2幕が終わりました。最後別れ話をした後、帰ろうと言って家に帰るとき、ぐらりと玉三郎さんの体が傾いて転んで、玉三郎さんの蔦と仁左衛門さんの力が抱き合って悲しく終わりました。この女系図、もともと新派でやってる作品ですけども、泉鏡花の作品で実は玉三郎さんと仁左衛門さんがこのコンビでやるのは初めてです。仁左衛門さんは、水谷八重子さんとやったことがある。そして玉三郎さんは実は吉右衛門さんとやったことがある。でも今回この2人が初めてということで、本当に場内満杯でした。湯島境内
の場でずっと清元が流れます。そして玉三郎さん、あらあなたいいお月様よとか、玉三郎節って言うんですけども、ちょっと場内からは、前半笑いも薬という笑いも来てました。それを玉三郎さんが、わざと玉三郎さんのトーン、最後ゆっくりで最後に少し言葉尻を上げるとか、そこら辺ちょっとわざとやってるのか、そして、はしゃぐ姿を、見せたくて、やってるのかちょっと分かりませんけども、やっぱりこれ歌舞伎じゃなくて新派という気がします。やっぱり明治の時代なんで、江戸時代にはいろんな義とか家に縛られる、その中で、選択をしていく、もうこれ明治の時代なんで、全く自由の時代。ただ、お金とか雇われる、そういう中で、自分の自由意志で、好きか嫌いか、付き合うか別れるかを選択していくという違いを感じました。泉鏡花、この自由の中の別れる悲しさ、そして美しさを描きたかったのかなというふうに思いました。この2幕目のこの湯島境内のところ、実は、青空文庫で無料で読めます。そして、割とさっと読めます。ぜひこのセリフの美しさを読んでください。そのもともとの泉鏡花青空文庫の戯曲に加えて、スリにこんこんと、きちんと説教して改心をさせる、自分も昔スリだったけどもという話が力を言う部分、あと天神様にお参りをする部分、そこをたっぷりとやるとかは付け加えられてました。ということで玉三郎さんと仁左衛門さんの女系図でした。今月歌舞伎の空ランキングいかがでしたでしょうか。ぜひいいねやチャンネル登録してくださると嬉しいです。そして、見た方またはこれから見たい方、ぜひ感想コメント欄にお書きください。そしてよろしければ LINE 公式もやってますんで、週に一遍、必ず歌舞伎や落語の情報をお届けしますんで、ぜひ LINE 公式に登録いただけると嬉しいです。 YouTube の感想、いいね、そして LINE 公式、私の励みになります。本当に今月特に夜の部はとてもチケットが取りにくいです。一幕二席、今月は定額制で見てるんですけども、同じ時間にかけて昼は2列目、そして夜はもう7列目しか取れませんでした。ぜひ行きたい方早めにチケットを取る、または一幕二席もぜひオンラインで予約していかれるといいと思います。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。金秋10月歌舞伎座から初日に出演します。それではまた。